前回に引き続き、早朝の東京都練馬区です。単にお年寄りは朝が早いというだけではありません。目的地が遠いんです。目的地は愛知県半田市。11月8日に鈴鹿で行われたエンジョイオンミニに参加するために、一人で暮らす長男のアパートに無料で泊めてもらおうという魂胆です。いえ、無料で泊めてもらうだけではありません。大切な話も直接しようと思います。というのも、最近投資を始めたんです。もっと若い時からやっておけばとしみじみと実感したので、息子にアドバイスしようってわけです。投資を始めたきっかけは、銀行からの一本の電話でした。口座に溜まってきた貯金を眠らせるのはもったいないってことです。貯金が溜まってきた？言われてみれば去年のうちに繰り上げ返済してローンがなくなって、娘が就職して養育費がなくなって、離婚が成立して婚姻費用がなくなって、つまり給料を全部自分に使えるようになったわけです。財産分与で空っぽになったとはいえ、ローン、養育費、婚姻費用の行き先が揃って銀行になったのですから、そりゃたまるわけです。そして銀行に貯めていても、利息なんてスズメの涙。こんなに物価高が続いては、貯金しても実質的には減少ですよね。そんな折、銀行からお誘いがあったわけです。しかも電話の相手は若い女性、かっこすいて。はいはい、話を聞きましょう。低リスク投資を希望したところ、勧められたのはドル建て保険。保険だけど資産運用に向いてるらしい。具体的に言うと、例えば100万円ぐらいの死亡保障に100万円払って加入するわけです。100万払って100万ぐらいの死亡保険。保険金的には何なんって感じですが、この100万円ぐらいに利息がついて、解約すれば死ななくても戻ってくる。金利はアメリカの方が高いので、ドルでやり取りしましょうってのが、まあざっくりのドル建て保険です。もちろん調べましたよ。おじさんだからってポロッと騙されるわけにはいきません。調べるとドル建て保険の評判は、身
まいちよろしくありません。これは眉唾者かなと思いました。しかしデメリットをよく見ると、主に為替リスクと早期解約の2つ。為替リスクは将来なんてわからないし、早期解約はしなければいいだけ。それよりも注目すべきは利率でした。おすすめ商品は固定金利なのですが、この金利は2週間ごとに設定されます。過去の利率を見てみると、今までの最高利率を更新中。5% に迫る勢いでした。さらに為替相場が円高に触れて、ここ数年で最も円高です。これは千載一遇の好条件。勢いで契約しちゃいました。おかげでほぼ為替リスクのみで 5% 近い利息を得られるのです。これが2025年5月末頃。この 5% というのは低リスク系の中では高利率、いい買い物だったと銀行には感謝しています。お姉さんありがとう。そうなると人間って欲が出てくるんですね。低リスクのベースがあるということで、もう少し高いリスクも取っていいんじゃねと思い始めます。株とか券とか仮想通貨とかNISAだとかiDeCoだとか、いろいろ勉強を始めました。やはり性格的にはギャンブル要素は好まないので、FX だの先物だの信用取引は避けた方が良さそうです。王道の投資信託が自分には合っていそうですね。そこで銀行へのお礼も込めて、銀行に NISA 口座を作って、ここ数年の成績が最も良かった S&P500 を積み立て設定しました。知らない方のために説明すると、S&P500 は米国主要500社の株価に連動した指数で、この指数に連動した投資信託に積み立て投資を始めたわけです。NISA というのはいくつか制限があるものの、利益に税金がかからないので、利用して損はない制度です。積み立てを始めて数ヶ月、月々10万円の積み立てにもかかわらず、スマホで NISA 口座にアクセスすると、損益は数万円のクラスとか、多すぎない？数ヶ月で1割くらいも益が出るなんて、そんな美味しい話があるの？月1しか更新されないのに
毎日スマホを見ちゃいます。これはいいと追加投資を始めます。他の銀行や保険会社に眠っていたお金を集めて証券会社に口座を作って、その頃になるとにわか知識がついてきて、分散投資が大切だとか思い始めます。金が高騰してるようなので、金に連動した投資信託を買いました。そしたらそれがまた2週間ほどで 15% くらい上がって、もうお祭り状態です。ところがそこから1週間ちょいで利益が半分くらいになったり、不思議なもんで損した気持ちになるんですね。まだ 7% 以上の利益が出てるのに、それと下がってる時にはなかなか売る勇気が出ないんですね。ほんの少しですが怖さの体験になりました。金の高騰に気をよくして、全世界株式だのファングプラスだの評判のいい投資信託に手を出します。インデックス投資と言われるやつです。そしたらこれらがこれまた高騰でウハウハ。この調子だといずれ財界を牛耳る日が来るかもしれません。投資の天才とか思い始めますが、今思えばたまたま時期が良くて、多くが最高値を更新している頃でした。2025年の10月末あたり、ちょうどこの動画を撮って息子の家に泊まりに行く直前です。もちろんこの投資の話、息子にドヤ顔で話して、息子にも投資を勧めるつもりです。会った時に聞いてみました。NISA とか投資やってる？最近上がってるよね。息子の方が先輩でした。ドヤ顔の自慢話はできませんでしたが、お寿司の食べ放題で一泊のお礼にしました。その後の投資状況ですが、11月に入ってお祭り状態が落ち着き、下がったり上がったり、いやむしろ下がっていて、財界を牛耳るのは先になりそうです。最近は投資信託から ETF ってのに移行中。 ETF の方がフットワークが軽いためですね。あと金とインデックス投資の他に配当金を狙うようになりました。これは失敗への階段かもしれませんが、配当金生活って夢とロマンって気がするんです。まあ失敗しても年金受給まで少し耐えれば、パルカ号のガソリン代くらいは余裕があるはずです。下道をとことこ行く老後だって
悪くはありませんよね。今回の出費、ガソリン代991円、昼食代600円、回転寿司魚太郎6800円、合計8391円。読み上げアプリアイビススピーチ、音声合成モデルアイビスハブ田中、音楽、ドガシンドローン、発信風バイ C サンワークス。提供、田中。